皆さん、こんにちは。マジ恋研究所へようこそ。本日のテーマは、99% の男性が脈なしだと勘違いして自爆してしまう逆転の脈ありサイン重戦についてです。気になっている女性からのそっけない態度や冷たい言葉に、もう自分は完全に嫌われているんだと落ち込み、焦って追撃のメッセージを送ってしまって、結果的に関係を完全に壊してしまった経験はありませんか？実はその冷たさ、相手の女性があなたに強い関心を抱いているからこそ起こる脳のバグかもしれません。今回は心理学や脳科学の確かなエビデンスに基づいて、女性の冷たい態度に隠された真実をランキング形式で徹底的に解説していきます。この動画を最後までご覧いただければ、あなたはもう女性の拒絶的な態度に怯えることなく、圧倒的な余裕を持って恋の主導権を握ることができるようになりますよ。それでは女性たちの無意識の世界へ一緒に深く潜っていきましょう。第10位は LINE の返信ペースが極端に不規則になるです。昨日まではすぐに返信が来て楽しくやり取りしていたのに、今日になったら突然既読スルーされたり、返信が半日以上も遅れたりすることはありませんか？多くの男性はこれを自分への興味がなくなったサインだと受け取りがちです。しかしこれは意図的な遅延による高度な駆け引きの可能性があります。行動心理学者の B.F. スキナーが提唱した完結強化という概念があります。人は毎回必ずもらえる報酬よりも、いつ種に入るかわからない不確実な報酬に対して最も強い興奮を覚え執着するようになります。女性は本能的にこのメカニズムを理解しており、わざと返信を遅らせることであなたの中で彼女への執着を育てようとしているのです。また、すぐに返信して暇な女性だと思われたくないという防衛本能も働いています。例えば、夜寝る前に送った LINE が翌日の夕方まで既読にならないのに、その後突然スタンプ付きで親しげな返信が来るような状況です。あなたの周りにもこんな風にペースを乱してくる女性はいませんか？もし全体的なやり取りの内容が好意的なら、返信の遅さはあなたを夢中にさせるためのスパイスに過ぎません。焦って連投せず、どっしりと構えて彼女のペースを楽しむ余裕を見せてください。第9位は2人きりになった短急に無口になるです。グループでいる時はあんなに楽しそうに話していたのに、いざ2人きりで食事に行ったり帰り道が同じになったりすると、急に口数が減って沈黙が続いてしまう。そんな時、俺と一緒にいてもつまらないのかなと不安になりますよね。ですが、これも実は強力な脈ありサインなのです。スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングは、人間が社会に合わせて被る仮面をペルソナと呼びました。女性は周りに人がいる時、愛想よく振る舞うためのペルソナを被っています。しかし、本当に心を許し、心理的な距離が縮まった相手に対しては、その社会的な仮面を維持する必要がなくなります。つまり、2人きりで無口になるのは、外向きの愛想笑いが必要ないほどあなたに対して気を許している、あるいは強い行為による緊張で言葉が出なくなっている証拠なのです。職場の飲み会の帰り道、みんなと別れて2人になった瞬間に彼女が急に静かになった経験はありませんか？これは決して退屈しているのではなく、素の自分を見せているか、あなたを意識しすぎて緊張している状態です。無理に話題を振って沈黙を埋めようとするのではなく、心地よい沈黙を一緒に楽しむくらいの余裕を見せると、彼女はあなたにさらに惹かれていくはずです。第8位は他の男性の存在を匂わせ、あなたの嫉妬を煽ってくるです。会話の中でわざと他の男性社員を褒めたり、男友達と遊びに行った話をされたりすると、俺には脈がないんだなと諦めてしまいたくなりますよね。しかし、これも心理学の観点から見ると、あなたに向けられた熱いサインである可能性が高いのです。心理学において、これは試し行動と呼ばれています。女性は無意識のうちに、相手の男性が自分にどれだけ執着し、どれだけ大切に思ってくれるかを測るために、わざと不安にさせるような行動をとることがあります。他の男性の影をちらつかせることで、あなたの耐久テストを言っているのです。自分が本当に愛されているのか、安全な関係を築ける相手なのかを確認するための不器用な愛情表現と言えます。例えば、この前のプロジェクト、レイさんがすごく頼りになってかっこよかったよとわざわざあなたの前で別の男性を褒めるような状況です。こんな時、あなたが不機嫌になったり自信をなくしたりしてはいけません。
彼女はあなたの反応を見て愛情の深さを測ろうとしているだけです。そんな時はそうなんだ、彼も頑張ってるよねと笑顔で余裕のある態度を返すことがテストに合格する唯一の方法です。第7位はあなたに対してだけ厳しいダメ出しをしてくるです。服装や仕事のやり方、あるいはちょっとした言葉遣いに対してなぜかあなたにだけ厳しく指摘をしてくる女性はいませんか？嫌われているとしか思えないこの行動の裏にも実は深い愛情が隠されています。精神分析家のメラニー・クラインらが提唱した概念に投影同一化というものがあります。これは自分の中にある理想のパートナー像を相手に投影し、無意識のうちに相手をその理想通りにコントロールしようとする心理的プロセスです。つまり彼女があなたにダメ出しをするのはあなたをどうでもいい人だと思っているからではなく、自分の理想のパートナーにふさわしい男になってほしいという強い期待の表れなのです。職場でもっとこういう風に資料を作らないとダメだよと細かく指導してきたり、そのネクタイの色あなたには合ってないよとプライベートな部分にまで口を出してきたりするシチュエーションです。本当に興味のない男性には女性はわざわざ嫌われるリスクを冒してまで注意したりはしません。彼女の厳しい言葉はあなたを特別な存在として見ているからこその愛の鞭だと受け取ってください。第6位は会話中に一切目を合わせてくれないです。話しかけてもずっと下を向いていたり、不自然に視線をそらされたりすると避けられている、嫌悪感を持たれていると感じてしまいますよね。しかしその視線回避は嫌悪ではなく過緊張のサインかもしれません。自律神経の働きを説明するポリベーガル理論の視点から見ると、人は極度の緊張状態に陥った時、自分を守るために防衛反応を働かせます。大好きな人を目の前にすると心拍数が急上昇し、その激しい動揺を隠すために背側迷走神経複合体と呼ばれる神経系が働き、表情筋を硬直させ視線を遮断してしまうのです。彼女はあなたを嫌っているのではなく、心臓が飛び出そうなほどのドキドキを隠すのに必死なだけなのです。あなたが挨拶をした時、彼女がビクッと肩を揺らして目を伏せたまま小さな声で返すだけだったり、会話中ずっと手元のペンをいじって顔を上げなかったりする状況を思い出してみてください。もし本当に嫌われているなら、物理的な距離を取ったり、あからさまに不機嫌な態度を見せたりするはずです。視線をそらしながらもあなたの近くにとどまっているのなら、それは強烈な行為による過緊張の証です。さて、ランキングもいよいよ中盤に差し掛かりましたが、ここで一つあなたの恋愛運をさらに引き上げるための特別なアクションをご提案させてください。やり方はとても簡単です。この動画のコメント欄に最高の出会いを引き寄せると書き込むだけです。心に思っていることを言葉にして書き出すことで、あなたの潜在意識が書き換わり、現実世界で最高の未来を引き寄せ始めます。信じるかどうかはあなた次第ですが、行動を起こすことで確実に何かが変わります。ぜひあなたの前向きな願いをコメント欄で教えてくださいね。それでは後半戦に参りましょう。ここからのサインはより本能的で、行為のレベルが1段階深くなっていきます。第5位は親密になりかけたのに急に意図的に距離を置かれるです。何度かデートを重ね、いい雰囲気になってきたと思った矢先、急にラインがそっけなくなったり、誘いを断られたりする。この突然の冷却期間に多くの男性がパニックに陥り、自爆してしまいます。心理学者のジョン・ボールビーとメアリー・エインスワースが提唱した愛着理論によれば、人間にはいくつかの愛着スタイルがあります。その中でも回避型の愛着スタイルを持つ女性は、相手との親密さが増すほど自分の心が相手に飲み込まれてしまうような恐怖を感じます。そのためあなたへの好意が高まり、自分が傷つくリスクを感じた瞬間に自分を守るために無意識に距離を置いてしまうのです。先週までは毎日夜遅くまで電話していたのに、今週に入ってから急に仕事が忙しいと言って会ってくれなくなったというような状況です。これはあなたへの気持ちが冷めたのではなく、むしろ好きになりすぎた恐怖から逃げている好き避けの典型例です。ここで焦ってしつこく追いかけると、彼女はさらに逃げてしまいます。彼女が安心して戻ってこられるように優しく見守る時間を作ることが大切です。第4位は一緒にいるとき不
自然なほど無表情になるです。他の人と話している時はよく笑うのに、自分と話す時だけ能面のように表情が変わらない。これもまた嫌われていると誤解しやすい行動の代表です。しかし実はこれ、彼女の身体の中で大きな葛藤が起きている証拠なのです。心理学者のスタンレー・シャクターとジェローム・シンガーが提唱した情動二要因論という有名な理論があります。これは人間は恐怖や緊張による心拍数の上昇と恋愛のドキドキによる心拍数の上昇を身体的に区別することができないというものです。好きな人の前で心拍数が跳ね上がった時、女性はそれを知られまいとして感情を押し殺します。その結果、顔の筋肉が硬直してしまい、全く表情が動かなくなってしまうのです。あなたが面白い冗談を言ったのに、周りの人は笑っている中で彼女だけが真顔でこちらをじっと見つめているようなシチュエーションです。彼女の内面ではあなたの言葉に喜び、心臓がバクバク鳴っているのですが、それが表面に出ないよう必死にコントロールしている状態です。無表情の奥にある彼女の熱い感情を見逃さないでください。いよいよトップ3の発表です。ここからのサインは理屈ではどうにもならない脳科学レベルでの強烈な脈ありサインとなります。第3位は予測不可能なタイミングで急に甘えてきたり優しくなったりするです。普段はツンツンしていて冷たいのに、ごくたまに信じられないほど優しくなったり甘えてきたりする。このギャップに振り回されて疲弊してしまう男性は少なくありません。人類学者のヘレン・フィッシャーの研究によれば、恋愛初期の脳内ではドーパミンなどの神経伝達物質が大量に分泌され、脳の報酬系が強く活性化します。女性が冷たさと優しさを不規則に繰り返すのは、無意識のうちにあなたの脳の報酬系をハックしている状態です。冷たくされることであなたの不安を煽り、たまに与える優しさという報酬であなたの脳内に爆発的なドーパミンを放出させているのです。1ヶ月間ずっとそっけなかったのに、あなたが風邪で休んだと知った途端、心配して家まで看病に来てくれるような極端な優しさを見せる状況です。これは彼女自身も感情のコントロールが効かなくなっている証拠であり、あなたを完全に自分のものにしたいという強い本能の表れです。この揺さぶりに動じず、常に一定の優しさを返し続けることで、彼女はあなたに完全に心を委ねるようになります。第2位は話しかけても頭が真っ白になってフリーズしてしまうです。あなたが突然話しかけたり質問をしたりした時に、彼女が言葉に詰まったりパニックになったようにあたふたしたりする姿を見たことはありませんか？これは彼女の脳内で論理的な思考が停止してしまっている決定的なサインです。脳科学の観点から見ると、人が強い恋愛感情や緊張を抱くと、感情や恐怖を司る扁桃体という部分が過剰に活性化します。扁桃体が過覚醒状態になると、論理的思考や言葉を組み立てる役割を持つ前頭前野の機能が一時的に抑制されてしまいます。つまり本気で惚れた相手を前にすると、脳の言語センターが麻痺してしまい、普通の雑談すらできなくなるという機能不全が起こるのです。職場の給湯室で偶然二人きりになり、お疲れ様と声をかけた瞬間、彼女がビクッとしてお疲れ様ですとだけ言って逃げるように去っていくシチュエーションです。嫌われていると勘違いしがちですが、彼女はあなたに声をかけられた喜びと緊張で脳がショートしてしまっただけなのです。彼女の不器用な反応を愛おしいサインとして受け取ってあげてください。そして堂々の第1位は、あなたの些細な態度に過剰に傷つく姿を見せるです。あなたが他の女性と少し楽しそうに話していたり、 LINE の返信を少し忘れてしまったりしただけで、彼女が目に見えて落ち込んだり怒って口を聞いてくれなくなったりする。これはまさにあなたへの好意が極限まで達している最高の脈ありサインです。心理学者のダウニーとフェルドマンが提唱した拒絶過敏性という概念があります。人は絶対に失いたくない大切な相手に対してのみ、わずかな拒絶のサインを極端に過大評価し、過剰に傷つくようになります。彼女があなたの些細な行動に敏感に反応するのは、あなたに嫌われることを世界の終わりのように恐れているからです。あなたへの愛が深すぎるがゆえに、ちょっとした不安が大きな悲しみや怒りへと増幅されてしまうのです。あなたが仕事で忙しく約束を一度キャンセルしただけで、もう私のことなんてどうでもいいんだね
と涙ぐんでしまうような状況です。ここで面倒くさい女性だと突き放してはいけません。彼女の感情の乱れはあなたへの愛の深さそのものです。しっかりと向き合い安心させてあげることで2人の絆はこれまで以上に強いものになるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は 99% の男性が勘違いしてしまう女性の逆転の脈ありサインを10個ご紹介しました。これらのサインを見てお気づきになったかもしれませんが、女性の冷たい態度や理解できない行動の多くはあなたを嫌っているからではなく、本能的な恐怖や緊張、そして強い愛情から来るものなのです。実は男性側にも進化心理学におけるエラーマネジメント理論というものが働いています。太古の昔、集団やパートナーからの拒絶は死を意味していました。そのため男性は女性の少しのそっけなさを完全に拒絶されたと過大評価してしまう生存戦略のバイアスを持っているのです。あなたが女性の態度に過剰に不安になり自爆してしまうのはこの脳のバグが原因です。この負けのループを断ち切るためには認知行動療法で用いられるメタ認知というスキルが重要になります。相手が冷たいから嫌われたと思い込むのではなく、相手は今行為による緊張でフリーズしているだけだと自分の思考を書き換えるのです。相手の反応と自分の男としての価値を完全に切り離すことであなたに圧倒的な余裕が生まれます。そしてそのぶれない余裕こそが女性の心を完全に沼らせる最大の武器となるのです。この動画を見てくださったあなたはもう昨日までのあなたではありません。心理学と脳科学に基づいた女性の心の奥深くを読み解く特別な力を手に入れたのですから、もう相手の表面的な態度に振り回されて焦って自爆することはないはずです。自信を持って彼女との関係を深めていってください。あなたの恋が素晴らしい結果を結ぶことを私は心から応援しています。この動画が少しでもあなたの役に立った、気づきがあったと感じていただけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の活動の大きな励みになります。あなたの応援がさらに質の高い情報をお届けする力になります。それではまた次の動画であなたにお会いできることを楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。